それでは第2部を始めたいと思います。第1部の4名のゲストの報告を踏まえまして、大変盛りだくさんな内容でお疲れになった方もいらっしゃるかもしれませんが、ここで山形国際ドキュメンタリー映画祭理事長の加藤至より、山形ドキュメンタリーフィルムライブラリーの現状などについてお話しいたします。よろしくお願いします。はい、山形映画祭の加藤至です。どうも、たくさんのお客さんお越しいただきましてありがとうございます。からゲストの方々貴重なご報告ありがとうございました。ですね、今私ずっと聞かせていただいておりまして、これからですね、実は山形市はですね、そうかもう出しちゃっていいかな先に。こういう建物市民会館が建設予定なんですよ。こっち側がこれ文章館です。これちらっと映ってますけど文章館の真ん前ですね。でさらにここに今度またなんか、歴史的な見物を移築してくるとかいうことで山形市の観光の中心になることが予定されています。平田昭久さんって建築家東京の方は表参道の明治通りと表参道の交差点のところにこれに似た建物があるんであれかって思い当たるかもしれませんけどね。でここの2階にですね、試写室とそれからなんだあれだブース、視聴ブースができる予定になってます。で当初は保存もここで収蔵庫もできる予定だったんですけど収蔵庫は現在のところに置いたままで行くことに大体なってます。それでですねこれが4年後ぐらいに迫ってるんですね。ですから山形の映画祭も次の映画祭の時にはこの会場を利用した映画祭になる予定なんですね。でこれに向けてですね今日ご報告を聞いててとても参考になることがたくさんあってですねこれからしっかり考えていかなきゃなと思ったところなんですけども当初の山形ドキュメンタリーフィルムライブラリーというのがちょっと市外だいぶ離れたところにあるんですけどもそこができたいきさつっていうのをちょっとねお話ししたいと思うんですが本来映画祭が89年にスタートしてで各年開催で3回目ぐらいになった時でしょうかねだいぶ名前が知れてきて山形映画祭なんか評価されてるじゃないかと県外からもっていうような雰囲気になってきた時にその頃そのコンベンションセンターってホールというかなそれを山形の産業界商工会議所をはじめとする産業界は渇望してたんですね。それで毎年のように国に対して助成金を申請してたんですよ。ところが万年没企画で全然ダメだった。でそこにですねそのダメだった没企画の企画書に一行ですね山形国際ドキュメンタリー映画祭関連の企画もできるような施設を併設すると書いたことによってその予算が出ちゃったんですよ。それで、そういうものが建設されることになったわけですね。だから初めはもっともっと今の施設の3倍も4倍もあるようなその映画関係の施設が予定されてたんですけども実際にそのコンベンションホールを欲しかった人たちにとっては何の魅力もない施設だったのでどんどん削られてって最後現在のような収蔵庫と試写室とちょっとしたら本なんかを収蔵するスペースそれとはビデオ視聴ブースだけ作られたんですけどね。でその中で収蔵庫と試写室試写室はそのまま残してでこっちに移転するということになってるんですけどですからある種その映画祭が評判が良かったっていうことでなんか上から降ってきたような感じのライブラリー施設だったわけです建物が。なんで何も本当に
恥ずかしながらその理念なんてことを考える前にですね、もうそういうものが出来上がって、でそこに当然映画祭は続いてましたから、どんどん収蔵しなければならないものが増えてくるんで、それをただただ詰め込んでたというとこからスタートしてるんですね。ですが、今日のお話なんかをお伺いしてても、やはりその理念が大切だなっていうのはもうしみじみと感じますし、特に松本さんのおっしゃる福岡のね、映画祭がなくなった時に自立する方向に舵を切ったなんていう話はとてもね、なんか力強い話で。なんか変な話、冗談ですけど、やっぱ山形映画祭もなくならないと自立できないかななんてそれは冗談ですけどね。そんなこともね感じた次第です。ですからこれから本当にどういう形で進めていくか、まだまだ建物とか機材の調整をガタガタやってる時期なんでね、中身までなかなか市の方ともお話しできてないんですけどね、私としてはこれを機にですね、今フィルムライブラリーって言ってるのをアーカイブというふうに改名してですね、また新たなスタート、きちんと理念を持って新たなスタートを切らなきゃダメだなと強く感じている次第です。というわけでこれからまたね、皆さん活発なご議論を展開していただきたいと思いますので、私の方からはこのぐらいにさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは議論の方に移りたいと思うんですけれども、本日の発表者の皆様にも初めにそれぞれの、皆様の発表をお聞きになった、感想などを一言ずつお伺いしたいと思います。あるいはもしどうしても言い足りないことがあったというようなことがあればここで追加していただければと思います。順番でシンさんからお願いできますでしょうか。I really appreciate your presentations, and I'm from Korea, and Korea is much smaller than Japan, and I was surprised that how local cities can become the center of the film and culture events. So things like that are still going on very powerfully. Because in Korea, I work as a film archivist, but there is the capital city very oriented functions are going on. I mean, the Korean Film Archive is a national film archive, so they collect almost every films releasing in Korea. It's a law. You have to submit the films if you release in Korea. So I'm from Busan Film Archive, so we collect the films by donation or purchase. So it's really small coming acquisitions every year. I mean, because the price is going up, and we still have a limited budget. So we are having a trouble with the collecting films and operating film archives, but I see how local film archives and libraries are still going on, and I'm especially surprised by the Fukuoka City Library's work right now, and I just heard that there's 4 staff members doing those kind of great work are doing. So I want to apologize. Yes, to you guys. Thank you. ありがとうございます。では松本、そちらのマイクを使っていただけますか。そうですね、皆さんすごいこのために準備をされていて、僕は全然準備してなくってひどいパワーポイントだったと思うんですけど、やっぱり力の入れ方がすごいなと思って他の人の作品の発表を聞いてました。はい。
で我々のアーカイブって、キュレーターと学芸員と、映像私ですけど管理員が、正規の職員で、その下に、会計年度任用職員っていうんですけど、1年契約の、スタッフが、2人っていう体制で活動してます。上映活動ももちろん映像ホールで上映活動してるし、同時に無料上映スペースっていうのがミニシアターっていうのがあるんですけど、そこで、いわゆるその郷土映像、地域映像を無料で、昔の福岡の映像をですね、流しています。で先ほど発表にあったようにやっと、ギャラリースペースを図書館の中に確保したので、本当にこれから若い新しいスタッフに引き継いでいけるような環境を整えてる。スキャナーもそうだしギャラリーもそうなんですけど、僕も今年で60歳なんで、僕がやることじゃなくって次の世代の人がやる仕事を今環境を整えているっていう状況ですね。はい。ありがとうございます。森宗さんは広島に移られたのが去年の春。昨年2024年の春です。はい。松本さんは開館の時からずっとお勤めなんですよね。はい。96年に東京のアテネフランセっていうところにいたんですけど、福岡でフィルム保存の専門家を探してると。でフィルム保存専門員っていうのが最初の私の職名名前でした。で映像管理員よりもそっちの方が今でもかっこいいなと思うんだけど、フィルムだけじゃなくてデジタルも扱うから、映像管理員で。はい、ありがとうございます。森宗さんはまだ広島に移られてそんな長い年月を経ているわけではないと思うんですけど、どうしても国内のフィルムアーカイブの話をするときに皆さん人員が足りない、予算がまた減ってしまったという話になってしまうんですが、今日とってもポジティブな内容でお話しいただけたのがとても印象に残ったんですけど、そのことも含めてお話を伺えればと思います。ありがとうございます。広島はその地方自治体で一番最初1982年にできて一番年寄りのフィルムアーカイブなんですけど、逆に移転することによってまた一番新しいフィルムアーカイブに生まれ変わるっていうことと、あと逆に私が去年の春入って、なんと今年の春にもう一人正規職員を増やしました。でしかもそれが松本さんと同じくフィルムアーキビストとして収蔵庫とかフィルムの方の技術担当の職員を1人東京から経験者を1人正規職員でパーマネントの職として常勤で1人で、今はちょっと移転作業とかはその方に全部委ねてまして、それで山形に来れてますけれども、つまりこれが収蔵庫が新しく整備して低温低湿の環境を整えてということは、そのハードとしてそういうことを整えたらそれを取り扱う人が必要なんだと、そのマンパワーは必要だっていうで、実際に福岡に松本さんみたいな方がずっと正規職員で官に専属でいるじゃないかということで非常に訴えまして、いろいろ上長に言いまして、それが認められて増えましたということもあります。であと、今日の発表なんですけど、すみません、私今回あまり準備してなくて、というのは着任してから事あるごとにいろんなところに出張講義に行ったり、あるいはそう視察を受け入れたり、あるいは広報の資料としてとにかく当館のことを分かってほしい、あるいは頑張ってますってことをとにかくアピールしたいから、いろんな今日は一つのバージョンですけどいろんなバージョンで作ってましてそれの組み合わせで出しただけです。であと広島市の特殊事情として政令指定都市なのに文化振興基本計画を採択してないんです。で実際今ユネスコの文化創造都市も市の行政の方として文化行政の一環ということで文化振興基本計画とかがあるからこそ成り立っていったりすることだと思うんですけど、広島市の場合はもう平和文化を発信するっていうことが全ての事業の一番上に来ているのでそうなんです。なので文化振興基本計画がない町の中で、しかも障害学習館の中でやってるので、しかも評価軸は
指定管理査定の中で利用者数の総量しか見られないので、質的評価が市の方にはないと、あるいは扱っている文化財団の方にもないと。である意味そういった評価軸を、外部評価として質的評価、あるいはガイドライン、あるいは認定でもいいんですけど、なんかそういったこういう文化資源を保存し、あるいは公開市民に提供する施設としてのフィルムアーカイブ専門施設としてのガイドラインでも何かそういうこと、あるいはそれがなんか表彰されるでもいいんですけど、なんかそうやって広島のフィルムアーカイブとして当館が頑張ってますよってことを認めてもらわないと、利用者数が少なければいつ何のためにやってるんだとか、それは市民の血税でなんかちゃんと生かされてる事業なのかっていうふうに言われかねないから、とにかく利用者数を増やすで文句は言わせないと思って、でそれのいろんなことの一環で、むしろ地域映像のアマチュア映像をやることで、それぞれの関係者、あるいは当事者意識近い自分たちの身近な施設と思って、当館に足を運んでもらうきっかけができるんではないかと。でつまり日本映画の古い名画をシネマテイクでやってても、それはなんか暇な老人が見に行く施設だったり、映画好きな人だけが見ればいいみたいに風に思って、当館に興味のない若い人だったり、あるいはいくら近くに住んでても全然行かなくていいやというか、全然もう見放されたような感じで今までちょっといてた時期もあったので、ちょっとそういったところをなるべく払拭したいというところが一つのモチベーションです。以上です。ありがとうございます。S5 での先輩の隣でちょっとプレッシャーかもしれないですけど、稲垣さんよろしくお願いします。はい、皆さんのお話を聞きながら、やっぱり、施設の規模もだいぶ当館は小さいですし、やっぱり運営のことだったりとか、プログラムのことだったりとか、収集の方針だったりとか、そういうところはなかなか応用できないんですけれども、それぞれのお話の中からすごくスピリットとして、それこそ理念だったりとかっていうところですごく励まされるところが多いなと思って聞いておりまして、プサンもやっぱりローカルなソウルみたいな首都ではなくて、プサンという港町からどうやって映画の中心になるかというところとか、あとはローカルのストーリーテリングっていう言葉もすごく印象に残ってますし、またやっぱり福岡の松本さんのお話の中にあったアーカイブのやっぱり意義が、収集している資料の評価を高めることが、それがやっぱり役割だっておっしゃってたこともすごく印象的でして、というのもやっぱり紹介した中での16ミリフィルムのお話とか、木下圭介本人が持っていたけれども、もう長らく全く使われていなくって、当館に来た当初からもうこれでは上映ができないねということで、物だけ収蔵庫に置いてあるというような状況だったりして、でそれを修復してみたいという話をやっぱりしても、館内の中でもそれはもう別に国立映画会部にあるしとか、他のところにフィルム自体はあるし、 DVD で全作品見られるし、なんでそんなことをしないといけないのみたいな、そういうやっぱりそういう意見もあるんですけれども、そういう意見に負けずに、広島の森村さんがおっしゃったようなコンテンツではなくコンテキストだという話もすごくこれからの自分の活動に非常に参考になる一言だなというふうにも思いまして、小さい施設だけれどもそれを活動できないという、理由にせずに何でしょう、少しずつ参考にしながら、今後も活動していきたいなというふうに思いました。ただうちのこの今日の準備をするにあたって記念館を設立した時の、市の条例を見返していたんですけれども、そこに書いてあったのが、活動の中に木下記念館とはこういう活動するところですよって書いてあるところに資料の、収集は入ってるんですけど、収集保管展示かなって書いてあるんですね。で保管っていうのはやっぱり保存とはちょっとニュアンスが違うのかなというふうな印象もあっ
て、やっぱ保存っていうのはこう積極的にこう、継承していくために修復を重ねながらしていく行為だと思うんですけど、保管っていうのはやっぱこう、さっきの16ミリフィルムみたいな状態でも別に保管と言えてしまう、そういうこう、その設立した当初からそういう意識がちょっとこう、欠けているところがあるので、そこをどういうふうに今後変えていけるのかというところはすごく大きな課題だなというふうに思っています。ありがとうございます。広島の事例では、移転を機に収蔵庫その他の設備も改善されてアクセスももしかしたら来場者の傾向も変わってくるかもしれないということですよね。山形も移転を控えていますのでとても参考になる点が多かったんですけれども、本日国際フィルムアーカイブ連盟フィアフの名前も何度か出てきましたけど、新さんの勤務先それから福岡は、フィアフの会員として加盟されているわけですが、それがおそらく組織が本格的なアーカイブズへと発展していく中で一つの、象徴的な意味を持ったのかと思うんですけれども、時折フィアフ加盟されてはどうでしょうというようなことを勝手な立場ではありますがご提案したりですとか、あるいはそこまでいかなくても、本日のイベントもそうですけどユネスコの関連のイベントですね、世界視聴覚遺産の日のような、記念イベントを開催されてはというようなことを申し上げますと、それって何のメリットがあるんですかっていうような反応をいただくこともあるんですよね。で、世界視聴覚遺産の日関連イベントは今年は福岡では何かしら企画されているということでしたけれども、少しお話しいただいてもよろしいですか。去年、一昨年はそれに合わせて、日韓映写技師ミーティングとか、フィルム映写ワークショップなんていうのをやっていました。今年はやっぱりベトナムが終戦50周年になるんですかね。それでベトナム映画の特集をする中で、ベトナム映画の字幕翻訳のみならずやっぱりかなりベトナムの映画人との交流の深いその方、秋葉子さんという方に講演をしてもらって、それを視聴覚記念の日のイベントにしようと思ってます。はい、そういった、国際的に各国で各都市で祝われているようなイベントに参加したり、あるいは、フィアフに加盟したりといったことに関する、ややネガティブな反応に対して、ちょっと大変そうだなとか、うちなんてちょっとそこまでの組織じゃないんでっていうような反応に皆さんだったらどのようにお答えになりますか。シンさんいかがですか。Busan Film Archive was joined as associate member of the FIAF 2018, and we are associate member. If you want to become a member of the FIAF, you have to be in more than 3 years as an associate member doing activities in the FIAFs together, and then they visit the facility and the archives and screening space, and they see and they admit it's okay to become a member. So right now it's been 7 years after associate member of FIAF. We can be a member, but I don't think it's necessary to become a member, because associate also can be do as much as members if you like to do. Yeah, you can communicate with other film archives, and you can attend the FIAF conference every year, and yes, you can do as much as members. The important of the FIAF is started with European countries and USA, and it's very oriented to European and USA society. Whenever I come to FIAF conference, of course we share the
worries and futures and what challenges right now we have, but it's all oriented to European and USA society. So I think it's good to be a member or associate member of the FIAF and to know about what countries and what kind of film archives are doing as a leader countries of the film archive field. But I think right now I feel like I'm here with the FIAF campus in Asia. I know there's a SEPABA. Have you heard of it? It's a Southeast Asian countries of the Film Archive Association? Yes. And I wonder if there is some kind of association between Japan film archives. If you have, I think it's really good to affect each others, and you can share the staff members. If you need a film scanner specialist, you can ask to them. And I know there is this kind of country association in America. It's AMIA. I don't know what it means, AMIA is right now, but there is a film archive society in USA. So I think it's really good to have the community with the film archives and libraries and museums. And I hope in Korea, if there is, but there is no. So, but we are in film archives and Korean film archives and Busan Asia Film Archive and other film festivals. We are talking in sometimes if we need to cooperate. But I mean, yeah, this is important to get together and share the thoughts. So I don't know. It's the question. I mean, the answer was okay to your question. Yes. ありがとうございます。そうですね。国内での連携、あるいは国際的な連携ということについて、ぜひ福岡や広島からも、はい、森宗さんお願いします。国内のフィルムアーカイブ間の連携については20年ぐらい前からいろんな人が国内フィルムアーカイブ間の連盟連携何かネットワーク体が必要だあるべきだという意見があるんですけど、いまだ実現を見ておりません。で逆にちょっと広島としてはどうしても当館の悲願としてもFIAFっていうのは私としても悲願であるんですけど、その前にまず日本国内のフィルムアーカイブ、それこそ福岡とか、国立映画アーカイブとかFIAFに加盟されている館と同格の館としてうちが広島にあるんですってことを市民および広島市民に認めてもらいたいってで、それがあってからこそFIAFっていうふうにやっぱステップがあるので、なんとかFIAFには今から7年後2032年当館開館50年記念ぐらいの暁にはやりたいと思ってはいるんですけれども、その前にはまず日本国内のアーカイブの連携体、なんかそれをどうにかして実現したいものですが、それに関してはどうして実現しないのかという理由がその幹事役の官が国立で旗を振るわけでもなくて、どこも旗を具体的に能動的に振っていないっていうことと、やっぱメリットデメリットのところでメリットっていうのがどうあるかまだ何もイメージできないっていうふうなこともあるんですけど、やはりこれから専門施設としてより広い社会に、あるいは逆に韓国とか国際的な連携のためにも日本国内のフィルムアーカイブの連携っていうのをまず一つ必要、それがあってからこそより広く提唱アドボカシーができたり、広く認知がされたり、あるいは活動が広がったりってことになると思うので、まずはそれを5年以内に実現したいと思っています。ありがとうございます。素晴らしいですね。もう5年という数字が出たことにちょっと感激しておりますが、松本さんはいかがでしょうか。実際FIAFに加盟されて活動されていて、どういったことをこれからのフィルムアーカイブあるいはライブラリー機関に伝えていかれますでしょうか。FIAFに加盟しているもんですから、同じメンバーのアーカイブ、海外からの、訪問者ゲストがたびたび我々のアーカイブに来るんですけど、
3年前ぐらいにドイツのミュンヘンのアーキビスト、フィアフの多分偉い人が来てですね、我々の施設を一通り見て、映写室から収蔵庫スタジオを見た時に、ところでスキャナーはどこにあるんだいって言うんですよ。でその時点3年前なかったので、いやないんですって言ったら、フィアフでは大きい声では言えないけど、もう今の時代はフィルムを映写機とかステインベックにかけている暇はないはずだと。そんな時間があるならもうフル稼働させてスキャナーにかけなさいというわけですね。で僕もそのドイツのアーキビストですから、最後まで映写機を作り続けたキノトンがドイツの人です、会社ですよ。そのドイツのアーキビストがスキャナーに、作業を集中させるようにっていうアドバイスをいただいた時にはちょっと驚いたんですけど、でも実際今年の、今月の初めにスキャナー入れて自分でフィルムをかけてスキャニングしている中で、そのアーキビストが言った言葉が非常によく分かりました。確かにそうだ、もうステンベックにかけてる暇なんかないと。だからそういうふうな、フィアフに加盟しているからこそいただいたアドバイスですけど、非常にその現場的な感じ、そういう話っていうのはなかなか、得られることってないですよね。いや実はねっていう感じで、実はねってもうフィルムを映写機にかけてる暇はないんだよっていうふうな現場的なアドバイスをいただけるっていうのは、やっぱりフィアフメンバーだからこそだと思ってます。そういうことがありました。はい。ありがとうございます。本来は終了の時刻になっているんですけれども、少しだけ延長させていただきます。もしかしたら皆様この後の上映などのご予定などもあると思いますので、もちろん上映の方を優先していただければと思うんですけれども、せっかくの機会ですので、ご来場の皆様からも質問をお受けしたいと思います。もし何かどうしてもこれは聞いておきたいっていうことがありましたら挙手していただけますでしょうか。I really want to ask all of you questions, but how many questions can I ask this one? I think in that case I'd like to ask Ms. Shin about the office for the UNESCO, which may not be your area of expertise, but I'm fascinated that the office employs 9 people to manage the Creative Cities program. And I come from Sydney, where which is an international city, creative city of film, and it's an afterthought. There's barely one person managing the program. And I'm fascinating maybe for other people who are involved in creative cities as well, the degree to which those cities have committed long term after they get the name. I'm very impressed that there's a commitment for Busan to maintaining the program, compared to Sydney, which doesn't maintain the program and has only shown interest since Cannes joined as well, I should say, and sees it purely as a marketing opportunity in connection to Cannes. What are you aware of, maybe not, about what other cities are doing, and what do you think is Busan's commitment to supporting its role in the UNESCO program? You've got a full-time staff of 9 people supporting the program. Yes. I'm not aware that other cities are putting that effort in. Because UNESCO Creative City of Team is not doing just to the UNESCO project. They are running the Film Academy too. So if I can show you the organization, yes. So you can see film division is 57 people and UNESCO City of Film team is 9 people, but 6 of them work as a academy teacher and running
classes, and 3 of them are work as a UNESCO film team. I mean UNESCO project. I know there is a person from the UNESCO Creative City of Film Yamagata. I met 3 people here. I think, yes, that's how became. But this is under the team, so we cooperated together. But the important thing is how your city government wants to give you the financial support, how much they want to give you, and that's how we can hire people and make more events as a creative city of film. Yes, it's upon to your city government, I think, but they request you to back on more result. I mean, how many events you do as a creative city of film, and how many screenings you had held, and how many people come to visit your event. Yeah, that's the challenge of the creative team. But yes, right now Busan City wants to be more big position, including UNESCO City of the many things. Yes, that's why how we became these big teams. Is that answer your question? Okay. As I said, I'm just impressed that the city has keeping the commitment. Yes. Where other cities they like having a brand and then they don't follow up at all. And I think that's a wider question about the UNESCO program, and it's also the Yamagata's role. Yes. And I want to add one more thing about the Yamagata Film Library to your future library. I know before you make the big buildings or big facilities, they look like they support everything. I mean, you see the picture of how big is Busan Cinema Center. The Busan City was very supportive when they make the cinema center. But after that, they ask you should do the more public things. I mean, more popular event to bring people to visit the center. But once you have the center or facility, I mean, they cancel the festival, like a film festival. They stop to give you financial support. But once you have the facility, they cannot just remove the facility, right? So I want to be strong when they are familiar or friendly to give you financial support. You ask more and more and hold things, because they are not going to be supportive as much as right now. But yeah, once you have the facility or the buildings, you can struggle in there. That they can be your barrier. I mean, surroundings. Yes, I hope I can visit a few years later and I can see the beautiful library as you can show us today. ありがとうございます。今ちょうどその山形の移転、まだそうですね、素晴らしいこんな風になりますよっていう未来予想図のようなものしか私も拝見していないので、じゃあその中身がどうなっていくのかっていうのはまだまだこれからなのかもしれませんが、その点も踏まえて最後に理事長にもう一度一言いただけますでしょうか。もう残念ながらそろそろなんですね、時間がね。本当まだもうね1時間も議論していただきたい感じがして残念ですけれどもね、この辺で終わらなければなりません。今のご質問にね胸を張ってお答えしたいんですが、まだまだちょっとガタガタしてるところで、やっと
施設建物のね形がやっとか、それもなんか最後はもういろんな圧力があったりしていやおそらく今日のね皆様方もその行政と共にやっていく中ではね、いろんなそれこそこの場では言えないようななんかいろんなことがねあるんだとねお察ししますけどもね、そんなもんだと思うんですけども、でもやはり国内のネットワークがあって、こういう他の先行事例があるとね、我々も心強く思いますんで、ぜひ今後もですねいろんなことを相談させていただきたいと思いますので、ぜひ本当にネットワークを、これまで以上にね強固にしていくことはね、努力をしようがないつもりです。ということで、その辺でよろしいでしょうか。はい、今日は長いお時間ありがとうございました。ありがとうございました。本日皆様からのご質問もう少しお受けしたかったんですけれども、時間の都合もありましたので、お配りしているアンケート用紙の方ですね、人数分手渡っているかどうかちょっとわからないですけれども、ぜひご記入をお願いします。QR コードの方も入れていますので、お時間ない方は後ほどそちらもご利用ください。大変参考になる点多かったかと思いますが、ここでパネリストの皆さんに共有していただいた貴重なアイデアが、山形市をはじめとする創造都市の発展につながることを願って、山形創造都市国際会議2025はこれにて閉会といたします。ゲストの皆様に今一度拍手をお願いいたします。